第6章、豚と胡椒。1、2分の間胃を眺めて次はどうしたものかと考えていると、突然お揃いの制服を着た重木が森から走り出てきた。制服を着ていたから重木だと分かったのだ。顔だけ見たら魚と呼んだだろう。そして扉を拳でどんどん叩いた。扉を開けたのはもう一人の制服の重木で、丸い顔にカエルのような大きな目をしていた。二人とも粉をまぶした巻き毛の髪をしているのに、アリスは気がついた。一体どういうことだろうと知りたくなって森からそっと出て聞き耳を立てた。魚の重木はまず脇の下からとんでもなく大きな手紙、自分とほぼ同じ大きさを取り出し、もう一人に手渡しながら厳かな口調で言った。公爵夫人へ、女王様からクロッケーのご招待。カエルの重木は同じように厳かな口調で繰り返した。ただし言葉の順番を少し変えて、女王様より公爵夫人へのクロッケーのご招待。それから二人揃って深々とお辞儀をしたので巻き毛が絡まってしまった。アリスはおかしくてたまらず、聞こえてしまうのが怖くて森の中に走って隠れた。もう一度覗いてみると、魚の重木はいなくなっていて、カエルの重木が扉のそばの地面に座り、ぼんやり空を見上げていた。アリスはおぞおずと扉に近づいてノックした。ノックしても無駄だよ。重木が言った。理由は2つ。1つ、あなたと私が扉の同じ側にいるか。2つ、寺ではものすごい騒ぎだからノックなんか聞こえるわけがない。確かに中からはものすごい音が聞こえていた。ひっきりなしにわめき声とくしゃみが聞こえ、時々ドシャンと何かお皿かやカンカが粉々に割れる音がする。それじゃアリスは言った。中に入るにはどうしたらいいの？ノックに意味が出てくるとすれば、重木はアリスの話を聞かずに続けた。私たちの間に扉がある場合だね。例えばあなたが中にいればノックすれば私が当ててあげられる。重木は喋っている間ずっと空を見上げていて、アリスは全くもって失礼だと思った。でも仕方がないのかもしれないとつぶやいた。目があんなに頭のてっぺんに近いんだもの。でもせめて質問には答えてくれてもいいのに、中に入るにはどうしたらいいの？もう一度大きな声で聞いた。私はここに座ってるよ。重木はのんびり言った。明日まで。ちょうどその時、家の扉がバンと開いて、大きなお皿が飛んできて、重木の頭すれすれを通り過ぎ、後ろの木にぶつかって粉々になった。あさってかな。重木は全く同じ調子で続けた。まるで何事もなかったかのように。中に入るにはどうしたらいいの？アリスはもっと大きな声でもう一度聞いた。そもそも中に入る必要があるのかね。重木が言った。まずそれが問題だよ。確かにその通りだった。ただそう言われるのは気に入らなかった。本当に嫌になっちゃう。アリスはブツブツつぶやいた。ここの生き物ったらみんな理屈ばっかり。おかしくなっちゃうわ。重木は自分のセリフをもう一度言う好機だと思ったらしく、少しアレンジしていった。私はここに座っていようと思うよ。何日でも何日でもね。でも私はどうしたらいいの？アリスが言った。好きなようにすればいいさ。重木は言って口笛を吹き始めた。あ、この人に何を言っても無駄だわ。アリスはやけくそで言った。この上ないおバカさんだもの。そして扉を開けて中に入った。扉を開けるとそこは大きな台所だった。端から端まで煙だらけだ。公爵夫人が真ん中の三本足のスツールに座って赤ん坊をあやしていて、料理番はかまどにかがみ込んでスープでいっぱいらしい大きな鍋をかき回していた。絶対にあのスープには胡椒が多すぎるわ。アリスはくしゃみの合間にそう思った。確かに空気中にも胡椒がありすぎた。公爵夫人さえ時々くしゃみをしていたし、赤ん坊はくしゃみと泣きわめきを交互にひっきりなしに繰り返していた。台所でくしゃみをしていないのは料理番と暖炉のそばに座って耳から耳までニヤニヤ笑いをしている大きな猫だけだった。お聞きしてもよろしいですか？アリスはおぞおずと言った。自分から話しかけるのがお読みがいいのかどうかよくわからなかったのだ。なぜお宅の猫はあんな風にニヤニヤしているのですか？チェシャ猫だからさ。公爵夫人が言った。福田。最後の言葉があまりに突然で乱暴だったので、アリスはビクッとした。でもすぐに赤ん坊に向かって言ったので、自分に言ったのではないと分かり、勇気を出してまた続けた。チェシャ猫がみんなニヤニヤ笑いをするなんて知らなかったわ。だいたい猫がニヤニヤ笑いできるなんて知らなかった。みんなできるよ。公爵夫人が言った。海底の猫はやるよ。
ニヤニヤ笑いをする猫なんて私は一つも知らないわ。アリスはとても丁寧に言った。会話ができてちょっと嬉しかった。知らないことが多いんだよ。公爵夫人が言った。それは事実だね。アリスはこの言い方がまるで気に入らず、何か別の話題にした方がいいと思った。何を話そうか考えていると、料理番がかまどからスープの鍋を下ろし、手の届くものを片っ端から公爵夫人と赤ん坊をめがけて投げつけ始めた。まず仕掛き道具一式が飛んできて、それから鍋、お皿、大皿の雨あられ。公爵夫人は当たっても知らん顔だった。赤ん坊はもう散々泣きわめいているので、慣れつけられたもので痛がっているのかどうかは全くわからなかった。あ、お願いやめてちょうだい。アリスは怯えて飛び跳ねながら叫んだ。あ、かわいそうにお花が。ひときわ大きな鍋がすぐそばをかすめて飛んでいき、もう少しで赤ん坊の鼻をもぎ取るところだったのだ。誰も彼も自分のことだけ気にしていれば、公爵夫人がしわ慣れたうなり声で言った。世の中はもっとずっと早く回るんだよ。それは困りますわ。アリスは知識をちょっとひけらかせる機会が来て嬉しくなっていった。昼と夜がどうなるか考えてみて。地球が自転するのに24時間かかるんですけど。軸の話だって。公爵夫人が言った。あの子の首をちょん切っておやり。アリスはちらりと料理番を見て言いつけを実行するつもりかどうか確かめたが、料理番はスープをかき混ぜるのに夢中で聞いていないようだったので、思い切って話を続けた。24時間だったと思うの。それとも12時間かしら。私を煩わせないでくれ。公爵夫人が言った。数字の話は真っ平だよ。そう言うとまた赤ん坊をあやし始め、一種の子守歌を歌いながら一行ごとに赤ん坊を乱暴に揺さぶった。お坊ちゃまにはきつく言え、くしゃみをしたらぶってをやり、困らせたくてやっている意地悪だって分かっているから。合唱、料理番と赤ん坊も加わった。うわんうわんうわん。2番を歌う間、公爵夫人は赤ん坊をものすごい勢いで上に投げたり下に投げたりして、かわいそうな小さな子はワンワン泣きわめいて、アリスには歌詞がほとんど聞き取れなかった。お坊ちゃまには厳しく言う。くしゃみをしたらぶつんだよ。故障だって楽しめる。その気になればいくらでも。合唱、うわんうわんうわん。ほら、少しあやしたかったらどうぞ。公爵夫人はアリスに赤ん坊をポイと放っていった。私は女王様とクロッケをする支度をしなくちゃ。そそくさと部屋を出て行った。料理番がフライパンを投げつけたがギリギリで外れた。アリスはどうにか赤ん坊を受け止めた。妙ちきりんな形をした子で、手足を四方八方に突き出している。まるで人手みたい。とアリスは思った。受け止めた時、かわいそうな子は蒸気機関車みたいにブーブー鼻を鳴らし、体を丸めたり伸ばしたりするので、最初の 1,2 分は抱いているだけで精一杯だった。正しいあやし方がわかると、ぐるっと結び目にして、右耳と左足をしっかり押さえてほどけないようにする。外の空気の中に連れ出した。この子を連れて行かなかったらアリスは思った。1日2日で殺されちゃうわ。置いていくのは殺すのと同じじゃないかしら。この最後のところは声に出して言ったら、赤ん坊はブンと返事をした。もうくしゃみは止んでいた。ブーブー言わないの。アリスは言った。そんなのは気持ちの表し方として全くふさわしくないわ。赤ん坊がまたブーと泣いたので、アリスは一体どうしたのだろうと心配になって顔を覗き込んだ。鼻がものすごく上を向いていて、鼻というよりは鼻面に近い。目も赤ん坊にしてはやけに小さくなってきた。全体としてあまりいい見てくれではなかった。目もしゃくり上げているだけかもしれない。と思い直して、もう一度目を覗き込み、涙があるかどうか見た。いえ、涙はなかった。もし豚になるつもりなら。アリスは真剣な顔で言った。私、もうあなたとは関わらないわよ。わかった。かわいそうな子はまたしゃくり上げた、あるいはブーブー泣いた。どっちとも言えなかった。二人はしばらく黙って歩いた。さて、お家に連れて帰ったらこの子をどうしよう。とアリスが考え始めた時、赤ん坊がまたものすごい勢いでブーブー泣いたので、ひょっとして顔を見下ろした。今度は間違いようがなかった。正真正銘の豚だった。これ以上抱いて歩くのは全く馬鹿げていくと思った。そこで小さな生き物を地面に下ろすと、森の中にとことこ静かに走っていくのを見てほっとした。大きくなったらとつぶやいた。ものすごく不細工な子供になったでしょうけど、
豚としてはなかなか可愛いわ。そして豚にしたらちょうど良さそうな知り合いの子供たちのことをいろいろ思い浮かべ、飼い方さえわかれば。と独り言を言いかけた時、少し先の木の枝に小さな猫が座っているのが目に入ってちょっとドキッとした。猫はアリスを見るとにやりと笑っただけだった。お人よしそうに見えたが、爪がとても長くて歯もたくさんあるので敬意を払うべきだと思った。チェシャ猫さん。おずおずと話しかけた。この名前が気に入るかどうかわからなかったのだ。しかし猫はもう少しニヤニヤを広げただけだった。よし、今のところ気を悪くしてないみたい。アリスは思い続けた。教えてくださらないかしら。ここからどっちに行けばいいのか。それはどこに行きたいかによるよ。猫が言った。どこでもいいんだけど。アリスは言った。ならどっちに行っても同じさ。猫が言った。どこかにたどり着けさえすれば。アリスは付け加えた。それならたどり着けるよ。猫が言った。十分に歩きさえすればね。それは確かにその通りだったので、アリスは別の質問を試みた。この辺りにはどんな人が住んでいるの？あっちの方角には猫は右の前足をぐるりと振っていった。帽子屋が住んでいるよ。そっちの方角にはもう片方の足を振って。3月ウサギが住んでいる。どちらでも好きな方を訪ねるといいよ。どっちも行かれてるからね。でも行かれた人たちのところになんか行きたくないわ。アリスは言った。やれやれ、それはどうしようもないさ。猫が言った。ここではみんな行かれてるのさ。僕も行かれてる。君も行かれてる。私が行かれてるってどうしてわかるの？アリスが言った。行かれてるに決まってるさ。猫が言った。でなきゃここに来ないよ。アリスはそれで証明になるとはまるで思わなかったが、話を続けた。あなたは行かれてるってどうしてわかるの？まず猫が言った。犬は行かれてない。それは認めるだろう。そうだと思うわ。アリスは言った。よし、それじゃあ猫は続けた。犬は怒るとうなって嬉しいと尻尾を振る。ところが僕は嬉しいとうなって怒ると尻尾を振る。だから僕は行かれてるのさ。私はそれをうなるんじゃなくて喉を鳴らすって言うわ。アリスは言った。好きに呼べばいいさ。猫が言った。今日ジョーとクロッケーをするの？とてもやりたいんだけどまだ招待されていないの。アリスは言った。そこで会おう。猫は言うと消えた。アリスはそれほど驚かなかった。不思議なことにはすっかり慣れてしまっていたのだ。猫がいた場所を見ていたら不意にまた現れた。そうそう、あの赤ん坊はどうなった？猫が言った。聞くのを忘れるところだった。豚になったわ。アリスはさらりと言った。まるで猫が自然に戻ってきたかのように。そうだろうと思った。猫は言うとまた消えた。アリスは少し待った。また現れるかもしれないと半分思ったが、もう現れなかった。1、2分経って3月ウサギが住んでいるという方角に歩き出した。帽子屋なら前にも見たことはある。とつぶやいた。3月ウサギの方がずっと面白いでしょ。それに5月だからそこまでひどく行かれてはいないかも。少なくとも3月の時ほどは。そう言って見上げるとまた猫がいた。木の枝に座っている。豚って言った？それともイチジクって言った？猫が聞いた。豚って言ったわ。アリスは答えた。それとそうやって突然現れたり消えたりするのはやめてほしいの。クラクラするわ。わかったよ。猫は言って今度はとてもゆっくり消えた。尻尾の先から始まり最後にニヤニヤ笑いが残って、それも体の残りがすっかり消えてからしばらくの間浮かんでいた。まあニヤニヤ笑いのない猫は何度も見たことあるけど、アリスは思った。猫のないニヤニヤ笑いなんて生まれてこの方見たこともない。一番不思議なものだわ。少し歩くと3月ウサギの家が見えてきた。煙突な耳の形をしていて屋根が毛皮で拭いてあるからきっとあの家に違いない。大きな家だったので左手のキノコのかけらをもう少しかじって背丈を2フィートくらいにしてから近づいた。それでもおずおずと歩いていきながらつぶやいた。もしすっかり行かれていたらどうしよう。
やっぱり帽子屋の方に行けばよかったかしら。